ハギーワギースキンがついに登場しましたね。皆さんはもう手に入れましたか？さて今回は、フォートナイト公式クリエイティブマップから新たに見つかった資料をもとに、チャプター5への伏線となる可能性のある内容を考察していきます。時刻表について、今回取り上げるのは、ある列車の時刻表です。時刻表には列車 A と呼ばれる車両のスケジュールが、いくつかのブロックに分けて記載されていました。中にはプレイケアやゲームステーションという名称も確認できるため、これはチャプター2で登場したトレインを指していると考えられます。簡単に説明すると、ブロック1と2が午前の便、ブロック3以降が午後の便を示しています。ただし、ブロック3と5の大部分は黒塗りされており、詳細を確認することができません。最初の行動として記されているのは、始発の準備、エンジンの予熱開始です。このトレインは一見すると蒸気機関車のようなデザインですが、実際の運用場所が地下であり、さらに1989年に製造されたことを踏まえると、ディーゼル機関車であると考えるのが自然です。当時のアメリカでは、地上路線だけでなく地下路線でもディーゼル電気方式が多く採用されていました。この方式はエンジンで発電し、その電力でモーターを動かして車輪を回す仕組みです。つまり、外部電源を必要とせず、エンジンそのものが電気を生み出して自走できる構造になっています。各ブロックについて、まず、ブロック1では、プレイケアから孤児たちを乗せ、15分かけてゲームステーションへ向かいます。この工程は、彼らをテストのために送迎する便であり、被験者となる孤児たちを移送する目的があったと考えられます。続いてブロック2では、列車が15分かけて研究所へ到着します。そこで何かを積み込み、さらに45分かけて監獄の棚エリアへと移動します。この流れから推測すると、ここでは実験体となった孤児たち、例えばライリーのような存在を収容施設へ運ぶための便だった可能性が高いでしょう。つまり、この区間では、プレイケアで使われていた明るいデザインの送迎列車ではなく、監獄専用の車両に切り替えて運行していたと考えられます。ここまでが午前の便です。そして午後に入ると、ブロック3が登場します。しかしこの部分は黒塗りで内容が確認できず、現時点では目的が不明となっています。続くブロック4では、午後3時にゲームステーションでテストを終えた孤児たちを乗せ、プレイケアへと送り返します。この記述から、ゲームステーションでのテストにはおよそ5時間を要していたことがわかります。最後に、プレイケアを出発して向かうのがブロック5です。しかし、ここもまた黒塗りで覆われ、詳細を確認することはできません。この黒塗り部分と聞いて思い出されるのが、レースや幹部たちが関与していた極秘計画です。過去の内部資料でも、巨大化計画や被験体の記録の多くが黒塗りにされていたことから、これらのブロックもトップシークレット扱いの輸送任務だった可能性が高いと考えられます。この隠された部分に、チャプター5へとつながる重要な手がかりが眠っているのかもしれません。列車 A について、まず確認しておきたいのは、ポピープレイタイムには2種類の列車が存在しているという点です。一つ目は、チャプター2で登場したゲームステーションの列車 A です。孤児たちが描いた絵の中にもその姿が見られることから、この列車がプレイケアとゲームステーションを往復していたことは明らかです。そしてもう一つが、列車 B。これはプロジェクトプレイタイムに登場するもので、外観のデザインが異なり、スペシャリストたちが施設内を移動する際に使用していた列車です。公式のストーリーブックでも、この列車がゲームステーションのものとは別であることが明確に示されています。興味深いのは、この鉄道そのものの役割です。おそらく、もともとは地下のプレイケアにある、エリオットズエクスプレスまで、里親となる夫婦を案内するために設けられた鉄道だったのではないでしょうか。この駅に掲示されていた時刻表も、そうした里親向けの便を記したものだと考えられます。テストがまだ始まっていなかった時期の孤児たちには、こうしたスケジュールは不要だったはずです。つまり、この鉄道には地上とつながっていたルートが実在したことを示唆しているわけです。では、チャプター2で事故に遭った主人公が乗った列車は、果たしてどちらだったのでしょうか。多くの人は列車 A だと考えるでしょう。しかし、本当にそう言い切れるのでしょうか。本当は違う列車？チャプター3で実際に確認すると、列車の先頭にベルのような装飾が取り付けられています。しかし、これまで登場していた列車 A にはベルがなく、列車 B には存在しているのです。この違いは、一体何を意味しているのでしょうか。ここが非常に興味深い点です。チャプター2のラストでは列車事故が描かれ、登場人物のオーリーも、主人公が乗っていた列車が事故を起こしたと明言しています。さらに、事故現場の背景にはプレイケアの看板が確認できるため、場所としてはプレイケア付近で間違いありません。
つまりこの列車が主人公が乗って事故を起こしたものであると考えるのが妥当でしょう。しかし、ここで矛盾が生じます。チャプター3に登場する列車は、外観上は列車 A とは異なる要素を持っており、不可解な点が残るのです。この不一致について、いくつかの仮説が考えられます。まず、デザイン変更説です。チャプター2までは、ゲーム制作に、アンリアルエンジン4が使用されていましたが、チャプター3からはアンリアルエンジン5へと移行しています。この変更により、グラフィックの質感や光の表現が格段に向上し、プレステ5での展開も視野に入れた最適化が行われたと考えられます。アンリアルエンジン4では、実験的にしか使えなかった新しいエフェクトや描画技術が、アンリアルエンジン5では標準的に扱えるようになったため、列車や一部マスコットのデザインも刷新された可能性が高いのです。もう一つの仮説が、列車衝突説です。これは、現実的な事故の構造に照らし合わせた考え方です。つまり、プレーケア付近で停車していた列車 B に対し、主人公が乗っていた列車 A が後方から衝突したというものです。チャプター2のラストでは、プレーケアの看板が確認できますが、チャプター3の事故現場からはその看板が見えません。この位置関係の変化から、列車 A が滑って衝突して列車 B が押し流され、大事故となったと推測することができます。さらに注目したいのは、プロジェクトプレイタイムがアンリアルエンジン4で開発されているという事実です。もし単なるデザイン変更だけでこの際を説明するなら、ゲーム制作エンジンの違いをまたいで整合性を保つのはやや不自然です。そのため、列車 A と B が実際に衝突したという説の方が、より現実的で筋が通っていると考えられます。列車の行き先。今回の時刻表には、見過ごせない重要な記述が隠されていました。それはブロック3の備考欄に書かれた一文です。備考、メンテナンスの問題を確認すること。この短い一文には、重大な意味が込められています。ディーゼル機関車に限らず、工場や施設での点検は安全維持の基本です。一般的な現場でも、始業前や午後の再稼働前には必ず設備点検が行われます。しかし、ソーヤー博士が指摘していたように、安全規定は無視され、職場での事故が頻発しているという現状がありました。この言葉は、メンテナンスが実際には行われていなかったという事実を示唆しています。この点を踏まえると、列車には本来、午後の車両点検の時間が設けられており、定期的に安全確認を行うルールが存在していたことがわかります。それを担当していたのは、おそらく製造部に所属していた保全課の技術者たちだったのでしょう。実際に、公式ストーリーブックには、グラブパックを使ったパズルに関するヒントがいくつか記載されており、PW のメモには、これらの電気系統の補足は、詳しい人たちが追記してくれたのだろうと書かれています。この詳しい人たちこそ、保全課の技術者を指している可能性があります。さらに、ローワンストールも X で次のように投稿していました。機械の修理依頼を私に回すのはやめてください。私はコンピューター担当です。機械の故障は整備士に連絡してください。この発言からもわかるように、1988年当時すでに製造部では保全活動が形骸化していたことが伺えます。つまり、この列車は1989年の製造当初こそ、保全課が今まで設けていた点検の実施項目があったものの、保全課が消滅した1988年以降、点検が完全に放棄されていたと考えられます。そのまま2005年、主人公が工場を訪れるまでの十数年間、放置状態だったのです。その結果、老朽化した列車を無理やり動かしてしまい、制御不能に陥った。それが、チャプター2のラストで起きた列車事故の真相ではないでしょうか。ポピーが思わず、どうしたのと叫んだのも、単なるアクシデントではなく、本当に制御が効かなくなった危険な状況だったからだと考えられます。つまり、あの事故は誰かが裏で仕組んだ陰謀ではなく、長年放置された設備不良による必然的な結果だった可能性が高いのです。少し意外に感じるかもしれませんが、そう考えることで、これまでの出来事が驚くほど整合的につながります。時計が逆になっている理由。これは、以前のショート動画でも触れた伏線ですが、時計が3時を指している点に注目する必要があります。この時刻は、時刻表で示されていた、ゲームステーションから孤児たちを乗せる時間と一致しており、列車の進行方向とも整合しています。つまり、この逆さまの時計は雲であるマミーのために設置された特別な時計だと考えられます。マミーは天井を移動する性質を持つため、彼女から見て時間が読みやすいよう逆さまに設置されていた可能性が高いのです。実際、マインクラフトのハギー&フレンズでも、この設定を示唆するような演出が確認されています。言い換えれば、
あの逆さ時計はマミーに配慮した結果、人間には読みにくい形で設置されたということになります。こうした小さな違和感の一つ一つが、プレイタイム社の異常な環境づくりを物語っているようにも感じられます。チャプター5での展開、そしていよいよ物語は大詰めを迎えようとしています。今回の資料を見て、個人的にはチャプター5に向けて、これまでの伏線が本格的に回収され始めている印象を受けました。中でも気になるのが、時刻表のブロック3とブロック5の黒塗り部分です。他のブロックは45分から1時間単位で整理されているのに対し、ブロック3だけは3時間以上の空白期間があります。この異常な間隔は単なる停車ではなく、列車が遠く離れた未知のエリアまで移動していた可能性を示しています。ゲームステーションから研究所までは15分程度の距離しかありません。これはおそらくブロンの実験でのエリアや、チャプター2に存在していた別の研究施設だったのでしょう。ブロック3が指す場所は、棚エリアよりもさらに深層にあり、黒塗りで伏せられていることから見ても、第2ラボ、あるいはチャプター5の舞台となる第1ラボに関係する極秘エリアである可能性が高いでしょう。そして、ブロック5に関しては完全な未知領域です。この部分に、今後の展開の核心、プレイタイム社の最深部や、劇場事件の真実が隠されているのかもしれません。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。この動画が面白かったと思った方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ポピプレの真相を一緒に追いかけていきましょう。